はい、どうもこんにちは、エンジン太郎です。今回の動画ですが、この旋盤を修理していこうと思います。そのシリンダーヘッドの製作をしてる時に気がついたんですけど、この旋盤ちょっと問題あって、今上の部分ここに簡易デジタルつけてるんですけど、こうやって送っていくとあるところで急に数字が飛ぶ時があるんですよね。60ミリ、70ミリあたりで飛ぶ感じですね。飛びました今。やっぱり10ミリ今度はずれてますね。あ、飛んだね。こんな感じで数字が飛んじゃいますね。なのでこれを直してきます。はい、表示装置、新しいデジタルの表示装置ですね。用意してあります。はい、スケールも用意してあります。なのでこれに付け替えてきます。ただ付け替えるの大変なんですよねこれ。その前に軽く掃除ですね。結構切り子飛んじゃってるんで全体掃除して作業に入りたいと思います。はい、大体お掃除終わったので、古いデジタル外してきますね。これはこれでまたそのうち別のことで使いそうなのでみんな取っときます。はい、前後送り分のは外したので、あとはこのこっち方向のスライドですね。はい、横のスライドは外すにはここですね。ここにネジが、こことここにネジがあって、向こう側にもちょっと見えないかな、ネジがあるんですよね。それでセンサー、この計測器のセンサー部分が外れるんで、まずはそこからやりますか。外れたのでこれでこうやって見ると擦れて銅板が出てきちゃってますね。やっぱこの辺よく使うんで、接触タイプの宿命かな。とりあえずはこれで古い測定器は全部外れたと。そしたら次は新しい測定器をつけてきます。はい、一応は開封した時に軽く動作チェックしましたけど、もう一回やっときますね。ここで動かないとシャレにならないですからね。じゃあ電源を入れてと、オープニングセレモニー付きか。で XY につないでるので00にして Z も0にしとくと。問題ないね。表示が明るくて見やすいね。
ちょっと失敗したな。でも XYZ ここじゃなくて XYZ ってボタンついてる方が良かったですね。視覚的に分かりやすいです。その方が。とりあえず動作確認できたので据え付けやってきます。はい、この刃物台の左右はこれメンバーも何にもつけないでここが限界ですね。なのでここから目いっぱいできても50センチですよね。それで今回買った、スケール、デジタルスケールが 600mm、移動距離 600mm のものなので問題はないと思います。はい、では、このグラススケールを仮止めしてきますね、まずは。取り付け位置は固定してはい、アタッチメントできたので仮につけてみますね。これでこんな感じに収まってくれるといいけどもとりあえずレールセットしました。これですね。片側だけです。まだ片方しかセットしてないのでグラグラは動きます。あとはこっちを仮止めして高さある程度合わせたらハケとネジ加工ですね。それが終わったら微調整始めます。はい、マグネットスタンドでちょっと仮押さえしときますね。はい、では、旋盤本体にネジ穴作ってきますね。で、どこのご家庭にでもあるけどめったに使われることのないアングルドリル。アングルドリル力が入らないんだよな。よいしょ。はい、これで測定器つきました。取り付けただけなのでまだこれから、調整ですね。まずはこの面がテーブル、刃物台と水平になってるかを測ります。刃物台を移動してきます。それでダイヤルが触れなきゃいいんですけど相当動きますよね。だいたい 0.65 ミリなのでこれをシム調整して、限りなくゼロに近づけてきます。よし、これでシム作ってきますね。ちょっと多めに作っときますか。ニブラ使ってはいっと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 。そしたらこいつを挟んでいくと。これを、ここを緩めて、間に入れていくっていう感じですね。この隙間に入れていく感じです。そうすると位置が変わっていくんでそれでいけますね。先ほど測定した時はこちら側がマイナス 0.6 前後でしたね。じゃあこれをこのまんま若干調整したのでやっぱ多少ね湾曲してももう仕方がないんですよね。 0.06 くらい最終的には、こっちが低いとまだあと1枚ぐらい入れなきゃダメかな。シムで調整したのでおおよそ合うようになりましたね。少したわんでるのはご愛嬌です。
だいたい 0.01 ぐらいまだずれてますけど、まあこの辺は許容範囲ですね。これ以上追い込んでもうまくいかないことが多いので、とりあえずこれで、前後の平行は出ました。次はここですね。次この面を測って平行を出します。高さ方向の調整に関してはまだ何にも調整してないのでひどいものです。針があんまり触れないとこまで持っていきます。はい、これで調整したので、だいたいやってますね。まあ十分でしょう。固定してるこのベースですが、一回外してちょっと延長しないとなんですね。あと旋盤を少し前に、ずらさなきゃいけなくなるんで、それをやってきます。はい、ここに、ベースプレート仮の位置固定したんで一回外しますね。よいしょ。このプレートともともとの金具ですねの接続ですけど、溶接で数箇所やっちゃいますね。その方が楽です。溶接も終わったので、これでもう一回仮組みしてきますね。これで仮につけたので、まずこの面が、スライドに対して平行か見てきます。0.4 くらいか。よし。とりあえずこっちに3枚入れてと。よし、このなんだね。はい、こっちが揃いました。ので次、ここの面を合わせてきます。ほぼぴったりと、こんなもんと。で、ここで固定と。固定と。測定器をこのタイプのアングルで、固定するんですけど、ちょっと届かないのと、手前左側にオフセットしたいので、それに合わせてちょっと追加金具ですね、作っていきます。
れでできたと。このパーツとこのアングルパーツと。OK。でこれをこっちと接続。はい、これで XY 縦横両方とも取り付け終わりました。そしたら表示装置をどこ置くかですね。まあ基本的にこの辺に置くしかないですね。あとは接続してハーネスの取り回しと、数字が合ってるかどうかもう一回チェックして終わりです。そんなに難しくはないですしね。ネジを止めてと。チェック方法としては刃物台側にダイヤルつけます。今だいたい0にセットして、で Y 軸も0になってますね。まずは 0.1 送りました。はい、0.1 動かして、こっちの表示でも 0.1 になってますね。じゃあもう 0.1 いきましょう。行き過ぎた。次 0.215 ぐらいならいいと。21ですね。0.005 ずれてますけど、まあこれはしょうがないな。じゃあちょっと飛ばして1ミリ近く動かします。はい、1.01。1.005。まあほぼ誤差 0.005 ならなしとも考えていいでしょう。じゃあちょっと旋盤を動かした状態で測ってみますね。ほぼずれがなくなって3ミリジャストの時 2.995。まあ最大で 0.01 程度なので、まあよしとしましょう。では次刃物台、今度この向きですね。行ったり来たりの手前側のやつです。 0.1 動かしました。表示側を 0.105。小数点差異のここだけやっぱズレが出ますね。初動だとズレやすいのかもしれないです。じゃあ 0.2 にしましょう。はい、0.2 ジャストと。今度自動送りでやってみますね。1ミリ移動で、こっちも1ミリ。もう1ミリで動かして。1.995。6ミリを刺してればいいんですけど、はい、6ミリジャスト。OK ですね。これで一通りの作業は終わりました。はい、一通り、デジタルの取り付け終わったので、テスト切削してみますね。材料としてはその辺にあった輪精銅ですね。まず一皮むいちゃいますね。
現状 24.99 なので、0.09 減る落としてここから 24.9 狙います。 0.09 だからここから 0.045、 まあ一応測るか、0.09 エンター2分の 1x で今あと 0.008 0.004 だね、進めは。24.9 狙いで 24.899、 まあいいでしょう。そうですね、このデジタルでいけるのは荒取りまでですね。そっから先正直あんまり信じない方がいいですね。まあいつものことですけど、これは古いデジタルの時も 0.05 ぐらいまでは一気に寄せて、その後ダイヤルと計測で回数合わせてたんで、それは変わらないって感じですね。まあこんな感じで、まあだいたい狙い通りの数字には入ってるのでよしとしましょう。どうもご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。